やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。このチャンネルで扱っている USB オーディオインターフェースのほとんどが、実はマイク入力を備えていないことに気づいているかい？一般的に、オーディオ専用のデバイスは、聞くことに特化していて、音楽を聞くのにマイク入力は必要ないから、そっちは搭載しないよ、というデバイスばかり。でも、このチャンネルを見ている人の中には、PC で使うことを前提にしている人も多いんじゃないかな？そういう人は、バランス出力が可能で、かつマイクもつなげるデバイス。という、微妙にかゆいところに手が届かないデバイスを使って、悶々としていることだと思う。星オーディオが発売した、解決策の一つ、星オーディオ K7 を試してみる気はないかな？さて、このデバイスはゲーミング DAC アンプという分類になっているんだけど、日常的にボイスチャットを使用する、ヘッドホンユーザーなどに適したデバイスに仕上がっている。しっかりとした音楽を聴きながら、ボイスチャットもしたい、とか、ゲームから音楽鑑賞まで、一つでまとめてしまいたい、という人におすすめのデバイスだ。最大の特徴は、4.4mm バランスと 3.5mm マイク入力、そして 3.5mm シングル出力を備えること。有線タイプのヘッドセットが、このデバイスに簡単につなげられる。また、ゲームデバイスや、スマートフォンとの接続能力も高くて、aptXLL での真受けや、一般的な USB DAC で要求される、光デジタル入力や同軸入力にも対応。そして、ヘッドホンアウトだけではなく、PC などと組み合わせて使うことの多い、アクティブスピーカーへの出力も可能だ。PC 周りのあれやこれやを完結させられるデバイス、というのは結構需要があると思うんだけど、これにさらにマイク入力も備えたモデル、というのが大まかな概要だな。加えて、K7 は独自の要素として、専用のディスプレイで、この色々煩わしいあれやこれやの情報を全て表示できる。1台に機能をまとめると、どうしても操作系が煩雑になるんだけど、それを簡略化するために、大型化したボディには複数のボタンが与えられているぞ。オーディオ面でも全く妥協はなく、このクラスのデスクトップ DAC で、ライバルが搭載しているものと全く遜色のない、AK4493SE9 を中心にした、バランス出力も可能なシステム周り、これらが全て1ボディで完結している製品って、非常に珍しいんだけど、この価格帯で実現できたのが星オーディオらしい、と感じたな。今回は、このデバイスの各機能に分けて、そして、オーディオ専用の同社 SK2 とも比較しつつ、このモデルがどんな立ち位置の1台なのか、チェックしていくことにしよう。K7 の外装は、すべて金属製となっている。大きなボリューム、及び簡易イコライザのコントロールノブ。そして、各種ボタンが並んでいる。中央には、稼働中常にオレンジで表示される液晶ディスプレイがあって、ここには現在のサンプリングレートと、入力、出力、UAC が 1.0 か 2.0 か、そして、イコライザが有効かどうか、という各種の項目が完全に表示される。Bluetooth モードでは、現在どの方式で接続されているのかが一目でわかるようにもなっているぞ。情報量が多く、またわかりやすくまとめられていて、初心者でもわかりやすい情報表示だ。樹脂製でなければ電波が通らないので、Bluetooth 用のアンテナは一般的な質感だけど、それ以外は全て金属製。ノブ、ボタンまで金属で作られていて満足度や高級感は非常に高い。ボタンはそれぞれ、程よく硬いクリック感があり、ノブにはコリコリとメモリをつまんでいるような食感がある。ノブは無限に回せるタイプで、アナログな可変抵抗などではないので、長期間使用した後もノイズが起きない仕様だ。中央の画面はバックライトの具合から、おそらく一般的な PC やスマホで使われるタイプの液晶画面、黒い部分もバックライトが透けて白く発光しているのがわかるな。現状では、オレンジの UI 以外に変更するのは無理そうだ。K7 は本体前面のヘッドホンアウトに加えて、背面に RCA 出力を持つ、ここを使ってアクティブスピーカー等に接続が可能だ。ただ、このスピーカーとの接続では注意すべきところがあって、結構しっかり UI が作り込まれているので、可変と固定ボリュームを選択できるかと思ったんだけど、マニュアルを見た感じ、可変固定のままみたい。スピーカーへの出力にも K7 を使おうと考えていた人には、ちょっと注意が必要な仕様だな。同社の星オーディオ SK にも、RCA 出力がボリューム可変だったんだけど、あちらは同時出力が可能だったのに対し、こちらは本体のアウトパッドボタンで切り替えるタイプだったので、てっきり背面 RCA 出力は固定ボリュームかと思っていたんだけど、ここはちょっとだけ残念な仕様だ。ヘッドホン出力は、どちらもしっかりと音量を確保できる、気難しいヘッドホンでも気遅れしないで使っていけるぞ。本機には、タッチではよくある、フィルター機能がない代わりに、高音と低音を1デシベル単位で増幅できる、トレブルバス機能が搭載されている。右側のノブにその調整が割り当てられていて、マイクのボリュームと切り替える形だ。トレブルバスマイクボリュームの順番でノブの操作系を切り替える形。
また、ビパスボタンを押すことで、一発で補正を切ることもできる。ゲームデバイスなど、自分でイコライザを利用できないデバイスでは、この機能を使用して、パソコン等で使うときにはビパスモードで使う、といった使い方が可能だ。ゲーム機との接続を考慮した設計になっている、と言えるだろう。本機は PC だけではなく、ゲーム機との接続も考慮したものになっている。ゲーム機側からの給電不足を考慮して、アダプタによる外部電源を採用しているので、ゲーム機と連動して、起動時設定をしなくてよい。また、接続周りの特徴として、UAC の切り替えが可能なのもでかい。一般的なオーディオグレードの USB DAC は、マイクが接続できないという点以外に、UAC2.0 のみの対応、あるいは起動時に特定の手順で操作をしないと、UAC1.0 が使用できない、という弱点がある。この UAC1.0 というのは、Nintendo Switch などが現在も採用している、USB オーディオのやり取りの決まり事で、UAC2.0 のデバイスは、突っぱねられちゃうんだ。K7 は珍しい、起動中に UAC1.0 と 2.0 を行ったり来たりできるデバイスで、その方法は、起動後にパワーボタンを押すだけ、小さいけれど、画面に 1.0、2.0 の表示が出て、どちらの状態か簡単に識別できる。ゲーム機から PC に戻すときも、UAC ボタンを1回短く押すだけだ。この仕様、めちゃくちゃありがたい、という人は多いんじゃないかな。個人的にはめちゃくちゃありがたい。ゲーム機起動時に操作を忘れてても、後からデバイスを変更できるし、独立電源なので、ゲーム機との相性もかなり緩和されるからな。ゲーム機で快適に有線デバイスを使用したい、しかもバランスでだ、という人には、星オーディオ K7 は、2万円台では唯一無二の存在になるだろうな。さらに、スマートフォンの音もこいつで高音質化できる。Bluetooth 周りは、高音質な aptX-HD に対応しているほか、ゲームなどで有利な aptX-LL にも対応する。スマホでの Bluetooth 接続でも、遅延のことを考えなくて良い利用が可能だ。Bluetooth 系は、入力のみで、出力には対応していない点には注意が必要。K7 はあくまで、有線出力だけに対応するぞ。ちなみに、ちょっとわかりづらい機能として、UAC1.0 の時だけマイク入力が可能になる。つまり、ハイレゾ相当の音質でマイクを併用することができない点に注意が必要だ。おそらく、ハイレゾ音楽聴きながら通話するやつなんておる？という、メーカー側のラインナップが理由かと思われる。ここら辺は、なんとか需要に応えるためのちょっと変な仕様だな。ただし、UAC1.0 への変更は、ボタンワンタッチで一瞬なので、マイクを使いたいときは UAC1.0 にモードを変更することを覚えておけば、基本的に問題はないだろう。ちなみに、もちろん他の入力方式の時にはマイクは使用不可だ。そんなわけで、フルスペックの Bluetooth 周りや、各種デジタル入力を含む、フルスペックな各種機能を一つに統合しつつ、星オーディオの本業である、音質面にもしっかり配慮したのが、この K7 となる。加えて、ビットレートは限定されるものの、マイクまで併用できるとなれば、それは扱いやすいモデルになるだろう。もちろん、性能的にノイズが乗ったりすることもないし、このレベルのデバイスで、操作も液晶画面を見ながらできて、状態も把握しやすく、バランス接続できて、マイクもつなげられる、という、オーディオ愛好家よりの人向けの、実用的オーディオインターフェース、お高級感プラス、といった感じの仕上がりだ。基本的に全く心配していないんだけど、これらの鎧が付けられた本体が貧弱では話にならない。最後に音質の話をしていこうか。マイクと同時に使用する USB DAC としては、もう文句のないレベルの仕上がり。今回は UAC2.0 モード、LDAC などを中心に聞き込んだんだけど、ゲームなどで使用するときには UAC1.0 利用となると思うけど、明確な音質劣化は感じられない。もちろん、ハイレゾ音源をそのまま再現できないので、マイクを使わないときには UAC2.0 モードで使用するべきなんだけど、ゲームの音を高音質に聞き取りながら、マイクも1デバイスで済ませたい。という需要には、がっつり合致する。また、バランス接続時の音量についても、大出力が必要なシブが P2 Pro と組み合わせても、全く不足を感じることはなかった。全体に、くっきりとした鳴り方で、この手のオーディオデバイスでたまに起きる、イヤホンなどのしっかりとしたディティールが丸め込まれてしまうようなこともなかった。フィルターの変更オプションがないので、音色よりスローに変更したい。といった場面では、変化させられないんだけど、その代わり、基本的なイコライザ機能があるので、これだけでも、かなり自分好みの音に変化させられる。音質面、実用面ともに、2万円周辺の、他の DAC と遜色なく、それでいて、より使いやすいインターフェースと、マイクや入力系の充実が図られているので、実に使いやすい。
実力面で言っても、バランスの取れたサウンドで、同格の専門ダックより少し価格は高くなるけれど、その分の機能的アップグレードはあるし、それだけではない、操作系と安定性が手に入るので、特に、不安定だとストレスの溜まる、音楽鑑賞や、ゲーム中にも足を引っ張らず、どんな使用環境にも滑り込める1台、ということでおすすめしたいな。というわけで、星 OBO-K7 は、2万クラスの USB DAC の基礎性能に、外装の完成度、操作のしやすさ、UAC1.0 使いづらい問題を解消しつつ、ゲームデバイスと PC、そしてスマホにスイッチしやすい、使いやすい1台となっている。今気づいたけど、Bluetooth のペアリングもインプットボタンを長押しするだけでとにかくストレスがないぞこれ。こういう使いやすいデバイスは、決して今まで出てこなかったわけじゃないけど、早割2万前半、音質も USB DAC 出してるブランドの水準。で、この操作性ってなかなかないぞ。おすすめだ。現在、しっかり技的も取得して、マカエイクにて公式が直接クラウドファンディング中。海外の価格とも遜色ない価格で、国内プラットフォームで利用できるので、気になってる人はぜひ検討してみてくれ。といったところで今回はここまで。わかりづらいのは嫌、マイクが繋がらないのが嫌、高いのも嫌、そんな人についにマッチしたモデルが出たぞ。